こんにちは。ここはスペインのバルセロナです。今日明日の2日間でバルセロナの主要な観光地を回ります。1日目の最初はガウディが作ったグエル公園に向かいます。ホテルの近くのカタルーニャ広場からバスで向かいます。カタルーニャ広場の北側の道路を渡ったところにバス停があります。24番のバスでグエル公園の近くのバス停まで直通で行けます。24番のバスは15分間隔ぐらいで運行しています。バスは1回 2.65 ユーロでクレジットカードタッチで支払えます。まだ朝が早いためか車内は混雑していません。車窓からガウディ建築の一つカサミラが見えました。カサミラは午後に訪れる予定です。約30分でグエル公園に到着しました。公園の東側にある CN カタルーニャパークグエルというバス停で降ります。バス停から西側に少し歩きます。グエル公園は高台にあり、電車だと駅から徒歩で坂道を登る必要があります。バスで公園の東側の入り口から入るのが体力的には楽です。公園入り口に着きましたが、まだ開園前でした。この日は9時30分が開園で、そのチケットを事前に購入しています。9時30分になり公園内に入りました。まっすぐ歩いて進むとガウディ博物館が見えてきました。入るには通常の入場券18ユーロのほか追加で6ユーロ必要で購入済みです。入れる時間は公園の予約時間から30分以内という制約があるため、私は10時までに入る必要がありますが、一旦後回しにして先に進みます。高台にあるためバルセロナ市内が見渡せます。中央広場にあるタイルのベンチに来ました。ここはグエル公園の中でも人気のスポットです。ベンチのモザイク柄には廃材の陶器の破片が使用されています。これはトレンカディス技法と言われ、ガウディがよく用いています。開園してすぐの時間帯なので人はまだ少ないです。混雑する前、朝一番に来ることをお勧めします。正面入り口と守衛小屋、管理小屋が見下ろせます。広場の脇にある階段を下ります。ここは古代ギリシャの神殿をイメージした市場です。たくさんの柱で上にある中央広場を支えています。大階段を下っていきます。正面の出入り口の近くには2つの建物があります。こちらは管理小屋でお菓子の家のようですね。中に入るとグッズを販売しているお店になっていました。もう一つの建物は守衛小屋です。壁にもモザイクの装飾がされています。小屋の中は青い内装が色鮮やかで建築当時のままのようです。階段で3階まで上がれます。3階の天井は壁が白くて高くなっています。3階からは大階段が見下ろせます。大階段を上って再びガウディ博物館に向かいます。一番下の段は草木が生い茂る噴水となっています。2番目には蛇の頭とカタルーナの紋章を合わせた形の噴水があります。あまり蛇には見えないですね。小動物のようにも見えます。3番目にはこの公園のシンボルになっているトカゲの噴水があります。カラフルな柄で可愛らしいですね。階段の最上部には蛇の尻尾が出ています。入場可能な10時直前にガウディ博物館に戻ってきました。チケットを提示して中に入ります。ここはかつて
ガウディの家だったところで20年ほど住んでいたそうです。これがガウディの写真です。グエル公園は1900年から14年かけて建造されました。ガウディは1926年に路面電車にひかれ73歳で亡くなりました。ガウディがデザインした椅子がたくさん展示されています。人間工学に基づいた設計になっています。2階に上がります。ガウディの銅像があります。こちらは肖像画。ベッドルームが再現されています。洗面所もあり、実際に住んでいた生活感を感じます。2階の窓からはバルセロナの街を見ることができます。ガウディ博物館を出てさらに高台の方に登ってみます。高架橋の下の回廊を進んでいきます。高架橋の上はヤシの木のプランターが並んでいます。高台の上にはトゥリアス邸があります。トゥリアスはこの公園内で唯一土地を購入した弁護士です。さらに進みます。丘の上にキリストが処されたゴルゴダの丘を模したカルバリーの丘があります。十字架が立っています。かつては階段で上に行けましたが、現在は禁止です。丘を下っていくと洗濯女の回廊に出ます。ここは広場と住宅エリアを結ぶ道路として作られました。地形をなるべく変えず自然と調和するように考えられました。どうして崩れてこないのか不思議に思う作りです。中央広場の波形ベンチに再び来ましたが、たくさんの人で混雑しています。やはり朝一番に行ってよかったです。大階段も混雑してきました。約2時間見学をして正面の出口から外に出ました。こちらから入場もできるようです。グエル公園を後にして次のガウディ作品カサビセンスに向かいます。少し距離はありますが下り坂が多いので散策がてら徒歩で向かいます。30分弱歩いてカサビセンスに到着しました。ガウディ初期の作品で初めて設計した個人住宅です。幾何学模様のタイルやレンガはイスラム建築の影響を受けています。他のガウディ作品と比べてもレゴブロック感があって雰囲気が異なりますね。内部は22ユーロで自由見学できます。この後他の有名作品に行くので内部はスキップして外観だけ見学しました。次はカサミラに向かいますが、予約は1時30分なので昼食にします。近くに評判の良さそうなタパスがあったので入ることにしました。お店はビボタパスです。とても雰囲気が素敵なお店で、夜に来るともっとムードがありそうです。ただお値段は少しお高めでした。まずはお昼ですが、喉が渇いたのでビールをいただきます。こちらのトマトパン1切れ約1000円。エビとホタテのカナッペ2つで約3000円。どれも美味しいですが、これだけですでに5000円オーバーです。お腹は満たされていませんが、もう店を出ます。1時30分近くになったのでカサミラに向かいます。カサミラはガウディ後期の代表作で集合住宅です。石の波のような外観で、各バルコニーには鉄の彫刻があります。こちらの入り口から入ります。チケットは事前に時間指定で購入し29ユーロでした。日本語対応のオーディオガイドもついています。建物の中は吹き抜けになっていて空が見えます。
こちらにはまだ実際に住んでいる方がいらっしゃいます。エレベーターで上がってきました。見学ルートは決められています。いろいろな部屋があり、当時の生活がイメージできます。アイロン部屋、キッチンとダイニング、書斎、バスタブのある部屋もあります。階段を上がると屋根裏の空間があります。270本以上のレンガアーチがあり、クジラの骨格の中にいるようです。模型や建築に関する展示室になっています。このスペースは以前は住民用の物干し場だったようです。こちらにも人間工学に基づいた椅子が展示されています。さらに階段を上がり屋上に行きます。屋上は平らではなく階段があり、波のようなイメージになっています。屋上には選手のような顔をした煙突がたくさん立っています。ただの煙突ではなく彫刻作品としてデザインされていて素晴らしいです。眺めが良いので遠くにサグラダ・ファミリアが見えます。一通りの見学を終えて階段で1階に降ります。当時はまだ少なかった自動車のための地下駐車場も作られています。次もガウディの作品であるカサバトリョに向かいます。カサバトリョが見えてきました。こちらはもともとあった建物をガウディが全面改装した建物です。柱が骨のように見えたり、海を思わせる外壁になっています。ここも事前に15時15分で時間指定をしてチケットを購入済みです。指定の時間が近づいてきたら列に並びます。中に入ると早速深海にいるような雰囲気を感じます。チケットは屋上も見学できるブルーという種別で36ユーロです。オーディオガイドもついています。順路に従い進んでいきます。ここはこの家の所有者のバトリョ氏の執務室です。暖炉があり、両脇にベンチが設置されています。豪華なシャンデリアもあります。次は中央サロンです。大通りに面していて、コンサートやダンスパーティーが開催された部屋です。天井は海の渦巻きをイメージした作りです。ステンドグラスはクラゲをイメージしています。建物中央は吹き抜けの階段になっています。船のデッキのように見えるデザインです。裏庭に出ました。裏側の外壁はシンプルなデザインです。テラスにはカフェがありました。これは空気の換気システムです。デザインだけでなく実用性も兼ねてます。順路の通りに階段を上がっていきます。なぜか途中でギフトショップが現れました。壁の青色はグラデーションされていて、上に行くほど濃くなります。エレベーターも設置されています。最上階まで行くと螺旋階段を上がり、屋上のルーフテラスに出ます。ここでも変わった形の煙突があります。
タイルのモザイク柄でできています。これはドラゴンと呼ばれていて、確かに竜の背中のようです。玉ねぎのような塔があり、眼下の道路が見下ろせます。屋上から下ると、ここでもクジラの骨のような通路がありました。この鎖の階段は隈研吾氏がデザインしたそうです。カーテンのようになっていて面白いデザインです。1階まで下ってくると、最後はギフトショップになっています。見学を終え、外に出ました。次は地下鉄に乗り、世界遺産のサンパウ病院に向かいます。ダイアゴナル駅から乗車して5番の地下鉄に乗ります。3駅先のサンパウド・デマイグ駅で降りました。駅から徒歩5分でサンパウ病院が見えてきます。この病院はガウディの師であるムンタネーが設計しました。1930年頃に完成して、1997年に世界遺産に登録されました。2009年まで実際に病院として利用されていましたが、老朽化で病院機能は移転され、その後修復され見学できるようになっています。世界一美しい病院とも言われています。17ユーロでチケットを購入して中に入りました。トンネルのような通路を通り抜けます。病院の模型があります。たくさんの塔で構成されています。各病棟の壁や天井はタイルで装飾が施されています。中庭に出ました。真ん中の建物は手術室だったようです。どの病棟も病院とは思えないほどの豪華な造りです。こちらの病棟では病院だった時の様子が展示されています。ベッドが置かれて当時の様子が再現されています。見学できる建物は限られていて、そんなに多くはありません。こちらの一番多くの建物は閉鎖されていました。各病棟は地下でつながっていて、通路の一部が見学できます。こちらには美しい壁画もありました。最後に管理棟の建物を見学します。天井がとても高いです。とても立派な会議室があります。正面入り口の方の窓を見ると、サグラダ・ファミリアが真正面に見えます。見学を終えました。予想以上に素敵な場所で感動しました。昼食を控えめにしたので早めの夕食にします。イカスミのパエリアが食べたく、評判の良いこちらのガウデイシュに来ました。メニューはこちら。価格も良心的です。まずはビールを1杯。キノコのアヒージョはニンニクが効いてとても美味しいです。そしてイカスミのパエリア。コクのある味で美味しく、あっという間に食べられました。明日も食べたいぐらいの味でした。大満足でお店を後にします。この日の最後にサグラダ・ファミリアに向かいます。中の見学は明日の予定なので、今日は外観だけ見に行きます。サグラダ・ファミリアに到着しました。
やはり近くで見ると巨大です。右側部分が工事中ですね。真ん中のイエス・キリストの塔も工事中です。近くのガウディ公園の池を挟んだ場所は有名な鑑賞ポイントです。少し引いた場所から全体を見ることができます。歩いて反対側の受難のファサードに向かいます。受難のファサードに着きました。ちょうど西日が当たり出して輝いているように見えます。こちらのファサードは完成しており、工事は行っていないですね。この時期は21時からライトアップされるので、それまで時間を潰します。このメルカドーナはスペインの大手スーパーです。生ハムがずらりと並んでいます。切りたての生ハムを購入することができます。魚屋ではムール貝やエビ、イカが多くありました。21時近くになったので、受難のファサードで待機します。すると徐々に緑にライトアップされてきました。昼間とは違い、神秘的に見えます。生誕のファサード側に向かってみます。こちらも明るい光でライトアップされています。池越しから見ると池に塔が反射して幻想的に見えます。これでこの日の観光は終了です。明日の朝にまたサグラダ・ファミリアに来て内部を見学します。地下鉄でホテルに戻ります。カタルーニャ広場の噴水もライトアップされてました。翌朝、カタルーニャ広場からサグラダ・ファミリアに向かいます。この日は朝から快晴です。塔のてっぺんまできれいに見ることができます。朝から工事が行われていますね。真ん中のイエス・キリストの塔は2026年に完成予定なのでもうすぐです。マリアの塔の星と福音書記者の塔のシンボルがよく見えます。事前にチケットを購入し、9時15分に入場、10時にタワーに登る予約をしています。チケットはタワーがついて36ユーロです。生誕のファサード側にある入り口から入り、手荷物検査を受けます。敷地内に入りました。最終的な完成模型が展示されています。生誕のファサードをよく見ると細かい彫刻が施されています。生誕のファサードだけはガウディの生前にほぼ完成していたそうです。それぞれにストーリーがあり、スマホのオーディオガイドで解説が聞けます。ここはロザリオの間です。ほとんど破壊されてしまいましたが、日本人の外尾悦郎氏によって修復されました。生誕のファサードの扉も外尾悦郎氏が手掛けたものです。他にも多くの部分の制作に携わっています。中に入りました。いきなり七色に輝くステンドグラスが美しいです。場所によってステンドグラスの色が異なります。朝日が当たる東側が緑や青、夕日が当たる西側が赤やオレンジになってます。塔を支える柱は上に行くほど細くなっていて木のようです。森の中にいるような感覚になります。ちょうど東側の日が当たっている部分は幻想的な雰囲気になってます。塔の上に登る予約時間が近づいたのでエレベーターに向かいます。手荷物をロッカーに預けてから先に進みます。塔は生誕か受難か選べますが、
朝は日当たりが良さそうな西端にしました。エレベーターで一気に上に上がり、階段で降りるルートになってます。60メートルぐらいの高さまで上がりました。狭い階段を上がり外に出ます。教会の上に立つ塔が間近に見えます。外側を見るとバルセロナの街並みが見渡せます。中心のイエスの塔はもうすぐ完成予定で、急ピッチで工事が進んでいます。右端の星の頂点になっているマリアの塔は2021年に完成しました。その周りを4本の福音書記者の塔が囲んでいます。小さい塔の上にはフルーツの彫刻が多くあります。こちらも外尾悦郎氏の作品です。間近で塔を見上げるとすごい迫力です。螺旋階段を降りていきます。途中分岐点がありますが、どちらからでも OK のようです。塔の中は空洞になっていて、下から上を見上げてみます。建築中の栄光のファサードの様子が見えます。上から見るとアンモナイトのような小回りな階段を降ります。地上まで降りてきました。改めて教会の中心部を見上げてみます。イエスの塔の先は太陽のように見えます。建築中の栄光のファサード側には完成後に取り付ける扉が用意されています。世界各国の祈りの言葉が刻まれています。地下の礼拝堂が見えます。ここは一般では入れませんが、ガウディのお墓があります。ドローレス回廊にはガウディがデザインしたものが展示されています。受難のファサードの方に出てみます。扉には聖書の言葉が刻まれています。受難のファサードは生誕のファサードと違い、武骨で冷たい印象を受けます。比較すると直線的でシンプルに感じます。一見手抜きかと思うほど彫刻の様式が異なりますね。この数字は縦、横、斜め、どこを足しても33になる魔法陣です。地下は博物館になっているので行ってみます。ガウディの歴史やデッサン、模型が展示されています。こちらではそれぞれの塔の先端部分の模型が飾られています。ガウディは逆さ吊り模型を使って完璧なアーチ型を設計したそうです。こちらはこれから建設する部分の縮小モデルを製作する工房です。最後はお土産屋を通り抜けて見学終了となります。栄光のファサードの外観はまだコンクリートの壁でした。2034年頃に完成予定だそうです。次はカタルーニャ音楽堂に向かいます。徒歩で向かう途中、こちらのお店で昼食をいただきます。小さめだけど温かい雰囲気のレストランです。お決まりのビールを一杯。イワシのフリットにビールがよく合います。丸いコロッケ、こちらも中がトロトロで美味しいです。魚介のトマトソースパスタはあっさりしていてペロリと食べれました。昼食を終えて散策を続けます。バルセロナ凱旋門が見えてきました。1888年のバルセロナ万博のために建設された門です。赤レンガでできていてかなりの大きさがあり迫力があります。上の方には美しい彫刻が施されています。門をくぐってカタルーニャ音楽堂に向かって続けて歩きます。カタルーニャ音楽堂に到着しました。
事前に14時30分入場のチケットを20ユーロで購入しています。サンパウ病院と同じムンタネーの設計で1908年に完成しました。こちらも世界遺産に登録されています。柱には彫刻やモザイク模様が装飾されています。中に入ると豪華な階段がお出迎えです。2階に上がってみます。左に曲がるとホールが見えてきました。どこを見ても美しい音楽ホールです。いろいろなところに彫刻があり、ステンドグラスが多用されています。特に天井のステンドグラスはカラフルでとても美しいです。座っていると見学者用の音楽が流れてきました。実際に演奏しているわけではなく、録画された音のようです。奥に大きなパイプオルガンが見えますね。だんだんと音が大きくなっていきます。録音でも素晴らしいパイプオルガンの音色です。頭の中まで響き渡る感じがして感動しました。実際の生の演奏が聴きたくなりました。ここは休息の間でバルコニーに出られます。バルコニーにはカラフルなモザイク模様の柱がたくさん並んでいます。さらに上の階に上がります。こちらの建物の側面はガラスで外部環境から保護されています。4階まで上がってきました。ホールに入ります。客席は個室のような区切られた場所もあれば、一般席もあり数が多いです。全部で2000席以上の座席があります。4階は上の奥まで座席がたくさんあります。立体的なステンドグラスのシャンデリアは本当に美しいです。正面から見るとホール全体が芸術作品のようです。こんな場所でコンサートが聴けたら素敵ですね。見学を終えて1階に戻りました。ここはカフェになっています。優雅な時間が過ごせそうですが、今回はスキップしました。2日間観光で歩き続けたので少し疲れてきました。お土産を探しにデパ地下に行ってみます。カタルーニャ広場横にあるエル・コルテ・イングレスに来ました。地下に品揃えの良いスーパーがあり、お土産を買うのに最適な場所です。お酒やお菓子など種類が豊富に揃っています。魚の種類も数もたくさん取り揃えています。もちろん生ハム類もたくさんあります。このように袋に入った生ハムを原木ごと買うことができます。お土産を購入したのでホテルに戻って一休みします。お惣菜のお店もたくさんありました。この日の最後にホテルの近くのサンタアンナというお店で夕食にします。店内は明るくて綺麗な作りです。いつもビールなので気分を変えてモヒートにしてみました。すっきり爽やかな気分になれます。フライドポテトを注文しました。ソースが美味しいですが1人には多かったです。前日のイカスミパエリアが美味しかったのでこの日も注文しました。このお店も美味しかったですが、前日のお店の方が美味しく感じました。食べきれなかったポテトは持ち帰り用に箱に入れてくれました。以上で2日間のバルセロナ観光は終了です。バルセロナはガウディとムンタネーの街といっても過言ではないですね。2日間で素晴らしい建築物が見学できて充実した良い日が過ごせました。